さあ今回はですね、株価が10倍になる、いわゆるテンバガー、そんな夢のある銘柄をプロの投資家が一体どうやって見つけ出しているのか、その具体的な思考プロセス、その秘密をですね、一緒に紐解いていこうと思います。さて本題に入る前に一つだけとても大切なことをお伝えさせてください。これからお話しする内容はあくまで投資を考える上での一つのヒントだと思ってください。どんな投資にも必ずリスクがあります。元本が保証されているわけではもちろんありません。最終的な判断は必ずご自身の責任でお願いするということ。この点だけはどうかご理解の上で続きをご覧ください。皆さんの中には今こんな風に感じている方がいるかもしれません。インデックス投資はコツコツ続けてるけど、なんだかもっと大きなチャンスを逃しているんじゃないかなって。その直感、実はかなり鋭いかもしれませんよ。その感覚がしばしば行き着くのがこのテンバガーっていう言葉なんですよね。投資したお金が10倍になる。つまり、例えば100万円が1000万円になるようなものすごいリターンを目指す。そういう考え方です。じゃあ、その株価10倍っていうのは一体何なのか。実はそれって単なる運や偶然じゃないんですよ。そこには明確な構造、つまり探し出すためのシステムが存在するんです。ここからその核心にぐっと迫っていきます。例えばですね、多くのプロが信頼を置いている会社指揮法っていう分厚い本があるんですけど、その過去のデータを分析すると、日本市場でもたった3年から5年くらいで株価が10倍以上になった銘柄って繰り返し出てきてるんです。特に新しい技術が登場したゲーム業界とか、社会のニーズが一気に高まった医療 AI の分野とか、そういうところで爆発的な成長が見られたんですね。で、ここからがめちゃくちゃ重要なんですけど、これらの大成功した銘柄には急成長する前にいくつかの共通点があったんです。それは会社の規模であったり、経営者のタイプであったり、そして時代の大きな流れに乗っていたかどうか。これ決して偶然じゃないんですよ。ちゃんとパターンがあるんです。まさにプロのアナリストたちが言うように、こういうチャンスっていうのは探し方を知っている人がみんなが気づく前に事前に見つけ出して買っているものなんですね。 OK。それではいよいよこの話の核心、プロが使うその探し方について見ていきましょう。私が3層フィルターと呼んでいる非常に強力で、それでいてシンプルな3段階のフレームワークです。やることはすごくシンプルです。まず第1のフィルターで、数千社ある上場企業の中から会社の規模で候補をぎゅっと絞り込む。次に第2のフィルターで、その会社の経営者に注目する。そして最後の第3のフィルターで、時代の大きな流れ、つまりテーマに乗っているかを見極める。この3つのステップでダイヤの原石を見つけ出すわけです。まず最初のフィルターは会社の規模ですね。専門用語で言うと時価総額です。ここで大事なのは、テレビ CM で見るような誰もが知ってる大企業じゃないんです。そうじゃなくて、時価総額が300億円以下といったまだ世の中に広く知られていない中小企業に焦点を当てること。なぜなら、ここから10倍になるようなとてつもない成長の伸びしろが残されているのはまさにこういう会社だからなんです。2つ目のフィルターは、誰がその会社を率いているか、つまり経営者です。特に僕らが注目したいのは会社の創業者で、なおかつ一番株を持っている、いわゆるオーナー経営者が率いる会社。なぜかわかりますよね。彼らにとっては会社の成長がそのまま自分自身の資産の成長にダイレクトにつながるからです。この利害の一致っていうのがものすごく重要なんです。この会社を大きくすることが自分の利益に直結するっていうものすごくシンプルな構造が、経営のスピードとか判断の質を根本から変える力になるんですよ。雇われ社長とは違う本気のコミットメントがそこにはある。そしてこれこそが過去の多くのテンバガーに共通して見られた非常に重要なパターンなんです。さあ、そして最後のピースがこの3つ目のフィルターです。これは特に2026年という未来を見据える上でものすごく重要な意味を持ってきます。ではその最後のフィルター、テーマ性とは何か。特に2026年に向けて注目すべきなのがこの3つです。あらゆる電子機器の心臓部である半導体、移動の概念を根底から変える自動運転、そして新たなフロンティアである宇宙。これらってもはや SF 映画の話じゃなくて、実社会での応用がまさに今加速しようとしている分野なんですね。だからこそ
関連する会社には強力な追い風が吹く可能性が非常に高いわけです。さあどうでしょう。ここまで聞いただけで、あなたはもう平均的な投資家から一歩も二歩もリードしています。でも本当の力っていうのは、この知識を実際に使ってみることで初めて発揮されるんです。じゃあ具体的にどうやってこのフィルターをかければいいのかっていう話ですよね。嬉しいことにこれ特別なツールは必要ありません。標準的なツールを使って、しかも無料で誰でも実践することができるんです。そこで使うのが証券会社のサイトなんかに必ずあるスクリーニングっていう機能です。これはいわば株の検索エンジンみたいなものですね。私たちが設定した時価総額300億円以下で、かつオーナー経営者で、さらに半導体関連みたいな条件に合う会社だけを何千社っていう膨大なリストの中から一瞬で探し出してくれる、めちゃくちゃ便利なツールです。そして本当に驚くべきことなんですけど、このスライドにあるような、かつてはプロがお金を払って使っていたような強力な分析ツールが、今や主要なネット証券に口座を開くだけで誰でも無料で使える時代になってるんです。SBI 証券とか楽天証券とか、皆さんが普段使っているかもしれないそのサービスの中に、実は宝の地図が隠されているようなものなんですよ。この事実が示しているのは、もう次の大きなチャンスを探し始めるために、高価な契約も特別な知識も必要ないということなんです。プロと同じ土俵に立つためのハードルはかつてないほど低くなっています。さて、ここまで何をすべきか、そしてどうやるべきかを見てきました。ここからは最も重要な部分、つまりあなたが今日から何をするかです。忘れないでください。テンバガーを見つける投資家とそうでない投資家を分けるのって才能とか運だけじゃないんです。正しい情報にアクセスして、それを分析するための正しいツールを使って、そして時代の流れという正しいタイミングを見極めること、この3つの組み合わせが結果を大きく、本当に大きく左右するんです。特に先ほど挙げた半導体、自動運転、宇宙といったこれらの強力なテーマが一点に収束していく2026年というタイミングは、ここ数年見られなかった大きな構造的なチャンスだと言えるでしょう。あなたの資産をもしかしたら大きく変えるかもしれない。その度は何も難しいことじゃありません。今日家に帰って証券会社のサイトでスクリーニング機能をちょっと触ってみる。そんなシンプルな行動から全ては始まるんです。今日の一歩で10年後の未来を変えてみませんか？